クセスありがとうございます。魔法使いのエレナです。今回は AI ドラゴンクエスト1の第3話をお送りします。過去の動画をご覧になっていない方はぜひそちらから見ていただけると嬉しいです。なおネタバレを含みますのでその点はご注意ください。さて前回はリムルダールの町を目指して沼地の洞窟を抜けたところまで進みました。第3話はどんな展開になるのでしょうか。それでは早速行ってみましょう。沼地の洞窟を出て南に進むとリムルダールの町がありました。湖に囲まれた綺麗なところです。建物の中にいた予言バッサンから南にある聖なる祠を訪ねてみるよう言われました。木の下にいるおじさんが虹の橋や魔王の部屋のことなどロトの伝説について語ってくれました。民家に着替え中の女性がいたので中に入って確認したら怒られました。町外れに汚い小屋があり中にいるおじいさんが鍵を売ってくれました。これがマイラの村で聞いた鍵屋のようです。町外れの女性がロッコという男性との待ち合わせ場所を間違えていました。別の場所にいたロッコからマイラの温泉の近くにいいものがあるという情報が聞けました。後で彼女に怒られるのかな。リムルダールの予言バッサンから教えてもらった聖なる祠に来ました。中にはおじいさんがいてロトの印を持ってない愚か者めと怒鳴られ追い出されました。いきなりそんなこと言われても。マイラの村に戻って露天風呂の近くで穴を掘ってみたところ笛が見つかりました。村の人がゴーレムという巨大な魔物は笛の音が苦手らしいと教えてくれました。ラダトームの城に戻ってきました。鍵で奥の扉を開けるとその先に地下へと下る階段がありました。地下にはおじいさんがいて太陽の石を授けてくれました。太陽の石を渡したおじいさんは疲れたわいと言ってベッドに寝転びました。銀の盾ごとを求めてガライの町まで来ました。鍵で建物の扉を開け中に入るとどうせ世界は滅びてしまうんだと投げやりになっている商人がいました。持ってけ泥棒と本人が言っていますので置いてあった宝箱からお金などを持ち去りました。建物の裏にあった隠し通路を進むと階段の前におじいさんがいてガライの墓から生きて帰った者はおらんと忠告されました。忠告を無視して階段を降りると確かに物々しい雰囲気。
奥まで進むと、ガライの墓の前で銀の盾事を発見。重そうだけど、持って帰ることにしました。ついにローラ姫の救出に向かう勇者。ちょっと2人でどこに入ろうとしてんの？超強力なモンスターに大苦戦。次回作は絶賛制作中。チャンネル登録をしてお待ちください。おまけまで見ていただきありがとうございます。僧侶のリサです。今回はボツになったけど面白かった画像をいくつかご紹介していきます。まず最初はタイトル画面の画像です。パッケージのイラストに合わせて城の前でドラゴンと戦っている勇者を描いています。しかしこの画像の勇者はドラゴンっぽい顔をした馬に乗った翼が生えた変な人に襲われています。突然現れたヤバい人に勇者は困惑が隠せません。続いて勇者が洞窟で松明を持って歩く場面です。何かを持たせる画像は意外と難しいのですが、こちらの画像ではかなり邪悪なオーラを放つ勇者ができてしまいました。目も不気味に光っていて、これは完全にダークサイドに落ちていますね。最後はマイラの温泉です。本編では昼間の温泉の画像を採用しましたが、夜の温泉もとても良い雰囲気です。置いてある椅子でくつろぎながらビールでも飲めたら最高でしょうね。最後まで見ていただきありがとうございました。次の回もお楽しみに。チャンネル登録をしてお待ちください。